はい、皆さん、コンタコス。ゴールデンウィーク前ですが、仕事に殺されそうになってるタルタコスでございます。タコスはね、掴み取ってみせますよ。ゴールデンウィークを。さて、今回はですね、脱豆腐建築、タコスと一緒に建築うまくなろうというね、企画の動画でございます。やはりですね、タコスといえば、豆腐建築、配信のたびにね、笑われてきました。そんなですね、バカにしてきたリスナーを、ギャフンと言わせたいってことで、今回ですね、いろいろね、聞いたりしたところ、そのうちのね、回答の一つの中に、屋根がええ感じなら、それなりになるというね、助言をね、いただきまして、とりあえずですね、屋根の建築方法を、いろいろ調べました。で、その中でですね、タコスが見た中で、ええ感じのやつをね、ピックアップしたので、今回はね、それを紹介していきたいなと思います。さて、それではね、行きましょう。はい、ということでですね、できました。これがですね、タコスがよく作る、豆腐建築ですね。こんな感じです。ぐるっと回ると、はい、見事な豆腐ですね。で、中はあんま関係ないんですけど、ちょっと入りにくい。はい、こんな感じですね。めっちゃ狭いんですけど、とりあえずね、屋根の紹介だけなんで、一旦これでね、紹介していこうかなと思いますね。で、このね、豆腐建築をおしゃれにするために、まずは助言一つ目。屋根をええ感じにするということで、屋根さえええ感じになれば、それなりの建物に見えるんじゃないかということで、いくつかのね、屋根のパターン、調べてきたんで、そちらをね、紹介していこうと思うんですけど、まずはですね、このみそぼらしい屋根を破壊しまして、ちなみにですね、ハマーモード使ってますね。はい、ここからですね、屋根を作っていこうかなと思います。で、まずはですね、すごくシンプルな作り方やっていきましょう。よいしょ。上上がってですね、この45度の針ですね。これを伸ばしていって、ちなみにね、アップデートでスナップポイントがね、追加されたんで、めっちゃやりやすいですね。Q ボタンを押せばなんとかなります。デフォルトでね。デフォルトで Q ボタンを押せば、スナップポイント、微妙かなと思うとこでも、連打してれば、自分が思ったところにスナップポイント行くんで、すごい便利ですね。こういう時でも連打して、こうですね。はい、こんな感じにしまして、で、あとはですね、屋根の45度をこの針に沿って、で、この真ん中の空いた三角のところに、これですね、45度。これを置いて、周りを埋めていくって感じですね。これを置いて、中の部分を埋めていくっていう感じです。で、あとはいぶされるので、煙突を作ります。煙突もね、すごいいろんな作り方あるんですけど、結構適当に作っちゃいます、今回は。で、この下は、これかな。木の壁反転の45度。これで、Q ボタン適当に連打してれば、ぴったりとなんで。よし。これでいいかな。
はい、完成しました。まあこれがですね、まあ一般的な家かなと思います。まあ何のひねりもない普通の屋根の作り方なんですけど、でここからですね、ちょっとおしゃれにしたいなと思う場合は、このね45度の針を伸ばすのではなく、角度の違うですね26度、これをですね外に引っ付けます。はい。でさらにまた角度の合うやつですね、屋根の26度、これをですね貼ると。反対側も同じようですね、同じような感じにして、はい、これでもですね、さっきの屋根よりかはまあだいぶねおしゃれに見えるかなと思います。まあちょっとした工夫でですね結構おしゃれに見えるもんです。まあこれもですね、まあまあいい感じの屋根なのかなと思いますね。さてお次はですね、この隅棟ですね、この屋根の角っこみたいなやつですね。まあこれをね使った屋根の作り方ですね。まあこれ角に設置して、でこの隅棟45度を使ったらこの、ね、屋根の45度ですね、これを貼って、はい、こんな感じです。で最後にですね、この上にまた45度のこの隅棟ですね、これを貼り合わせるだけです。でこれね屋根からずり落ちちゃうんですけど、まあはしごをね屋根の上につければ落ちないというね、これもね調べて分かりましたバルヘイム結構やってるんですけど、まあ初めて知りましたね。でこれをですね合うように、屋根と合うようにこんな感じで、はいやれば、まあこれでもですねお家の完成ですね。あとはここいぶされるので、まあ簡単にですね煙突を作ってあげればこんな感じかな。はい、こんな感じですね。まあこれでもね、まあ十分ええ感じじゃないですかね。でこっからですね、まあ前回とね一緒のように、今回はね45度で作ったんで、この26度のね屋根をこうつけていくとまたええ感じになりますね。でこの端のところはまた隅棟の26度、これですね、これをね当てればちゃんと埋められますので、はい、こんな感じですね。これでもね結構ええ感じだと思います。なんかこう家が麦わら帽子かぶってるみたいでね、結構面白いですね。まあこんな感じで普通の屋根をつけるだけでもまあだいぶねオシャンティにできます。はい、これがですねまあ大体一般的な屋根の作り方じゃないでしょうか。でこっからはですね、まあ、タコスがねいろいろ調べまして、まあおしゃれなね屋根の作り方、まあそれをね3つぐらい紹介していこうかなと思いますね。さてそれではですね、ちょっとおしゃれな屋根の作り方やっていきましょうか。まあ奥行きのある屋根の作り方ですね。まあこれ多分結構有名な方法かなと思いますね。海外の方は参考にしたんですけど、まあ、建築税の方は知ってるかなと思いますね。まず1メートルですね。1メートルで、ここにもここですね、1メートル。はい、こんな感じですね。こんな感じのやつを作りまして、
で、ここから2メートルですね。これ2メートルをね、伸ばしていきます。燃える燃える。ここですね。ここから2メートルですね。これを伸ばして、で、この 0.5 ですね。0.5。これを作る。はい。こんな感じです。このね、ちょっとよくわからない、まあ、アシストですね。建築のアシスト的なものを作っていきますね。ここからまた2メートル伸ばして、針の1メートル。こんな感じです。はい、上から見るとね、こんな感じですね。これをまずは作ります。で、ここからですね、屋根を作っていきますね。用意するのが木の壁の45度。これをですね、この豆腐建築の壁の上ですね、ここに、はい、こんな感じで置きます。で、これをね、反対側も反転させながら置いていきますね。はい、こんな感じです。で、次この 0.5 メートルの梁があるんですけど、ここからですね、この45度の針を伸ばしていきます。2枚つけて、ここにも2枚つけましょう。はい。で、トップですね。トップは、まあ、この屋根の交差ですね。45度つけると、いい感じかなと思います。まあ、これね、これ今偶数なんで、こうなるんですけど、まあ、奇数だったらぴったりになるかなと思いますね。これ今4なんですけど、5とかの幅だったら、このね、サイズがおそらくはぴったりになるかなと思いますね。交差をつけなくても、ちょうど綺麗な三角形になるかなと思います。まあ、どちらでも大丈夫ですね。で、こっからですね、屋根作っていきますね、屋根。屋根を作ります。このね、45度の屋根ですね。これを、まあ、こんな感じで、このさっき追加した梁のところにですね、置きます。こんな感じでね。で、ここはですね、まあお好みなんですけど、ちょうどね、スナップポイントが当たるところ、頂点ですね。屋根の頂点に合わせて、この屋根張ってってもらったら大丈夫ですね。で、これを、反対側も同じように。はい、こんな感じですね。で、このね、45度の針。これを、この延長線上ですね。ここの、さっき貼った45度の壁の延長線上に置きます。はい、まあこれでもね、もう結構ええ感じの屋根なんですけど、こっから一手間加えます。ちょっとね、フリーハンドが入りますね。スナップポイントなしで自分でね、ポイント決めてやらなきゃいけない部分があるんですけど、まあ、タコスでもできるんで、皆さんでも大丈夫かなと思いますね。で、フリーでですね、作る点は、まあ、ちょうどですね、この木の梁ですね。この木の梁とこの木の壁あるんですけど、その間です。その間にうまいことですね、この間が隠れるように、このスナップポイントをね、無視してフリーで自分でポイントを決めて、この木の梁を置いていくんですけど、まずね、左シフトを押していただくと、このね、スナップポイント、ピタッと吸い付くやつがね、なくなります。左シフトを押すと。で、左シフトを押しながら、うまいことポイントを決めて、まあ、この辺ですね。このちょうど木の梁とこの木の壁の間ですね。間のこの微妙なね、隙間を隠すように、この木の梁をね、置きます。で、1本伸ばして、
でここからまた左シフトを押しますね。左シフトをして、これね普通にスナップポイントを延長線上に当てちゃうと、これね屋根をね突き破るんですよ。こんな感じで。まあちょっとねこれもブサイクなんで、ここ壊して、このね左シフトを押しながら Q ボタンを押してスナップ自動にして、いい感じのねこの微妙な延長線上に置きます。屋根を突き破らないように左シフトを押しながら、ここですね、ここに置きますね。するとはい、屋根突き破ってないですね。こんな感じです。これをですね左もやります。ちょっと正面から見た方がいいですね。これ難しいんですよ。難しいんですよねこれ。難しいんですけど、まあただねこの箇所だけなので、結構簡単にねできちゃいます。ここだけ頑張っていただいて、こんな感じですね。こんな感じで伸ばして、でこの最後のポイントもですねまた左シフトを押しながら、いい感じにこの針が伸びる延長線のところで、ここですね。はい、こんな感じにすると、おお、なんか奥行きのあるすごいいい感じの屋根がねできます。で最後にですね、この木の棒ですね、ちょっとこう斜めにして真ん中にこう突き刺すとええ感じじゃないですか。はい、これねかなりいい感じの屋根がねできましたね。で最後にですね、これまた伸ばしてもらって、あとはもう簡単にですねこのつながるように屋根を張っていって、で最後にねこんな感じで屋根伸ばしてもらって、あとは木の板を張ってでやれば、おすげえおしゃれだぜっていうね、感じの家ができます。本当にね屋根変わるだけでだいぶ違いますね。これは結構いいですね。ちょっと後ろだけあれなんで、後ろもねこの前と同じような形でやってもらえれば、すごいねおしゃれな家になるかなと思いますね。屋根がね1個変わるだけでもうかなり違いますね。以上がですねパターン1ですね。パターン1の屋根の作り方ですね。さてお次やっていきましょうか。次作るやつですね、ちょっと強度的に怖いんでこの丸太の棒をね使うんですけど、やり方はですね前作ったやつとほぼ一緒ですね。ほぼ一緒でできます。はい、ではまずさっきと一緒ですね。さっきと一緒でガイドをね作っていきましょう。はい、一緒ですね。ここまでは一緒です。で次も一緒ですね。こんな感じで三角形を作りまして、こっからですね、こっからこの45度の針、これをですね、前はこうやってまっすぐね針に対して垂直につけてたんですけど、これをね若干角度1回だけ1個だけね斜めにします。マウスのホイールを1段階だけ上にずらすとこうやってねずらせるので、これをですね作っていきますね。こんな感じで。で反対側も同様です。垂直から1段階角度をつけた状態で伸ばしていきますね。で最後もはいこんな感じで伸ばしてもらって、これで OK です。はい、ではここまで来たらですね屋根張っていきますね。
屋根をね、まあ前と一緒ですね、張っていくんですけど、ちょっとね、ここが若干難しいですね。ここですね。ここにまず1枚入ります。はい。このちょうど、この木の梁。これとまっすぐなところですね。まっすぐなところに、屋根をね、引いていきます。こんな感じですね。で、伸ばしてもらって、こうですね。で、反対側も同じです。反対側もちょうどこう、まっすぐなところですね。ここですね。うん。ここに設置して、あとはこれに沿うようにやっていくと。はい。で、頂点ですね。一番上はですね、この棟ですね。45度。まあ、屋根のてっぺんみたいなやつですね。これをつけましょう。ほい。ほい。はい、こんな感じですね。で、ここまで来たら、このね、斜めの部分をね、作っていきます。ちょっとね、難しいんですけど、これもはしごを設置して、で、このね、45度の、この屋根ですね。この屋根を、この針に沿うような感じ。こういうスナップポイントを聞くところで、こうやって、2個つけますね。で、これね、このまんま、スナップポイントに沿う形でやると、こうなっちゃうんですよね。こんな感じになって、ちょっと見栄え悪いので、ここをフリーでいきます。で、目安となるのが、この、さっき設置した屋根のてっぺんから沿うように、こう木の梁をね、伸ばしてもらって、で、ちょうどね、それが、頂点になるような形で置いていきたいですね。また前と一緒でね、左側シフトを押しながら、微妙にね、屋根が埋まるような形で、ちょっとね、はみ出るのはもう仕方ないので、この辺ですかね。この辺ですかね。この辺に、これとね、沿うような形で、なんかちょっといい感じにね、このね、さっきの絵といい感じで、まあ、置いてもらったらいいかなと思いますね。まあ、この辺りですかね。はい、まあ、こんな感じですね。ちょっとね、ここだけ屋根が交差しちゃうんですけど、まあ、これでですね、この交差をなるべく少なくして、屋根をね、いい感じに貼ることができますね。まあ、ここがね、ちょっと難しいです。で、ここまで来ればですね、あとは前と一緒ですね。この45度の針をまたここから伸ばして、まあ、こんな感じの三角形を作り、で、またですね、この間ですね、また間を隠すように、この45度の針をフリーで伸ばしていくという感じです。また見えやすいように松明をつけて、これですね、こうつけて、で、また、こんなですね。こんな感じで、反対側もやっていきます。これはね、大丈夫です。こんな感じで。ってやるとですね、はい、いい感じですね。ここでまた最後に、これですね、これいい感じですね。で、やれば、おお、見てください、この奥行きのある屋根。これまた正面から見たとき、結構いいですよね。まあ、こっちもね、全然いいんですけど、こっちもね、なかなか
奥行きがあっておしゃれですね。でまた最後にこれ同様に屋根伸ばしていって完成ですね。はい、こんな感じでですね、最後まで屋根を張れば完成でございますね。さあこれがね、奥行きのある屋根2種類ですね。これ結構有名だと思いますね。斜めにするやつとかね。どっちの方がいいかと言われればタコス的にはこっちかな。まあちょっとタコスのね、腕が未熟でちょっと見栄えがおかしいっていうのもあるかもしれないんですけど、まあこっちの方が好きかなと思いますね。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。